皆さんこんにちは。島田マシンツールチャンネルです。先生、今日のテーマは？今日は切削加工を行う工場でロボット化とか無人化というのがなかなか思うように進んでいかないというその現状に対して私の専門である技術的な側面からその理由がどういったものであるのか、そしてどういうアプローチを取ればロボット化というのが進んでいくのかという回答を一つ提示していきたいなと思います。昨今、少子高齢化だとか、いろいろそういうようなことが騒がれてまして、なかなか人材募集しても来ない人不足だったり、オペレーター不足だったりというようなことがよく言われてますよね。この表で見てもわかるんですが、生産年齢人口を15歳から64歳というところで見たら、1995年の8716万人をピークに、2025年では7170万人まで約 18% 減少しています。10年後の2035年なら6500万人まで減っていきます。もちろんそれ以降もさらに減っていきます。人口というのは最も確かな未来予測ですからね。15歳から64歳ってちょっと範囲が広いですよね。実際15歳から働く人って多くなくて、18歳とか22歳が多いじゃないですか。だから現実の労働人口ってこの統計よりさらに少ないんじゃないですか？そういった統計の取り方をしちゃってるからなんですが、このグラフのまんま人不足になりますから、日本政府が進めたっていうのが僕らが今までよく聞いてきた女性活躍社会とか人生100年とか1億総活躍とかスローガンを作って、それによって女性と生産年齢人口の外側にいる高齢者を労働市場に引っ張り込んで、それでも足りないからってことで最近では外国人研修生とか外国人共生社会みたいなそういう手段を使ってやや無理がある方法で人手を確保する道を探ってきました。ただその手も出し尽くした感があるんで、今後はその手も使えなくなってくると思います。どうしてですか？まずは円安ですよね。通貨の価値が低い日本よりももっと稼げる国が他にあるんで、外国人はそちらに行ってしまいます。実際日本のフルタイムの平均年収っていうのは2023年のちょっと古いデータになるんですが、 OECD の加盟38カ国で平均が5万8000ドルのところを日本ではそれを下回る4万6000ドルになってて、順位でも25番程度になるんですよね。1人当たりの GDP で見ても日本は OECD の国の中で22番らしいので、どちらもその38カ国の中の真ん中以下になりますよね。要は日本より稼げる国に働きに行くから、日本は今後外国人の人手をあまり当てにできないということですか？その通りですね。それならば人を雇って労働力にするのではなくて、機械とかロボットをそういった設備を入れて生産を増やしていくとか生産を代替していくという、そういった手段を取らなければいけません。俗に言う労働集約型から資本集約型の社会に変換していく、そういった方向性を施行していくということになりますね。そういう社会環境下の中で人手が足りないという断末魔が生じているのに、なかなか無人化設備だとかロボットの導入が進まないのはどうしてでしょうか？社会環境とか経済の観点からいろんな理由があると思うんですが、私の専門である技術的な側面から回答を一つ申し上げるとすると、これは日々実感していることなんですが、お客様が設備を検討するっていう時に機械とロボットっていうのをセットで提示してくれるメーカーが非常に少ないか、あるいはロボットとか無人化というのをお客さんの方に合わせて上手に提案してくれる商社さんっていうのがなかなかないのか、そういったことが僕は理由にあると思います。機械とロボットをセットでですか？ロボットっていうところが大事だと思うんですよね。工作機械とガントリーローダーがセットの提案っていうのはちょくちょくあると思うんですが、ガントリーローダーっていうのは直線的な動きなんですよね。例えるなら鉄道みたいにあるポイントからあるポイントに物を運ぶという、そういった点ではいいんですが、駅に到着してからそこから自由にレンタカーとか自転車とかでいろいろ歩き回りたいとか、各々いろんな別の場所を巡回したいとか、そういったことっていうのがロボットであれば6個ぐらいある関節を使って自由な動きだとか自由なポイントに物を運ぶとか反転するとかいろんなことができるんですが、ガントリーローダーだとなかなかそうはいきませんので、人の代わりになるとか無人化ということに対する効果っていうのはロボットの方が数段上かなというのが私の印象としてはあります。ガントリーローダーを鉄道でロボットを自動車でと例えていただいたのは非常によくわかりやすくてよかったと思います。最近僕もロボットの展示会なんかで実際見てきたんですが、人型ロボットがいてカンフーの動きと
とかしてるんですよね。でそのカンフーの動きっていうのがものすごい滑らかで、僕だけじゃなく多分多くの人が思ったと思うんですが、これ着ぐるみしてる人がカンフー実際やってるのかなって思ったぐらい、ロボットとはとてもじゃないけど思えないぐらい滑らかなんですね。なんで人の代わりにもはやもう完璧になるぐらいのテクノロジーっていうのができてきているし、その人型ロボットではないにしてもアーム型の産業用ロボットでも本当にこう多様な動きがいろいろできるので、そういった動きができるからこその無人化ということにつながっていくと思います。そのポイントが2つあるんですが、まず工作機械にロボットっていうのが取り付けやすいデザインになっているかっていうのが1つで、もう1つが工作機械メーカーがロボットとセットでお客様に提案してくれるかっていう、この2つがロボット化を推進していくということに対する処方箋になっていくと私は思います。確かに機械は売るけどロボットは自分で考えてねって言われてもハードル高いですよね。費用がどれだけかかるかも予想がつかないですし、結局検討するのも面倒になって断念することになりそうですよね。それになんかロボットで無人化っていうと大企業が巨額の投資で実現させてるみたいなイメージも湧いてきますし、そのように考えている中小企業の皆さんだとか町工場の人だとかっていうのは感じられる方っていうのは多いと思います。でそこで島田マシンツールでは旋盤とロボットっていうのをセットにしてお客様の方に納入するということをやっております。でその数っていうのが年間でも100台以上ですね。そういった形ですね。機械に乗せてってどういうことでしょう？私が考えるに、まずその機械っていうのがロボットを最初から乗せやすいとか乗せるということを前提に設計されているかっていうのが重要だと思うんですよね。工作機械がまずあって、その後で必要に迫られてお客さんからニーズがあったからロボットをつけることになりました。どこにつけようかなとか、床にとりあえず置こうかなとか、そういうことではなくて、最初から無人化という社会的なその課題、社会的なニーズを解決するためにロボットというのが最適だ。じゃあロボットというのをどういうふうに機械とセットでくっつけたら無理のないデザイン、そういったロボットありきで最初から機械が設計されているかっていうのがキーポイントだと思って、この機械はもう最初からそういったふうに設計をされてきました。将来性を見据えて設計されているということですね。この2スピンドル 2SI6 や、あと当社であれば3スピンドルとか4スピンドルの HS4200 とか、こういった機械っていうのはみんなロボットがいかに取り付けやすいかということを見込んで設計もされておりますし、実際に機械にロボットを取り付けて他の周辺装置だとか検査装置だとか全て踏んだオールインクルーシブの状態でお客様に提供している、その数っていうのが大体1年間で、先ほどその機械だと100台以上と申し上げましたが、ロボットの購入台数で言っても1年間で当社で200台近くは出荷しております。最後にここではどういうふうにロボットを取り付けているのかの例をいくつかご紹介したいと思います。まず2スピンドルでは機械の天井部にですね、もう最初からロボットが取り付くような、ここにカバーに切り欠きがあったり、ロボットの取り付け台座がここにセットされている状態で出荷していきます。なので当社でもロボット取り付けますし、お客様の工場でも後付けでロボットをポンと乗せてさえしまえば、このロボットのリーチが届く範囲内に搬送コンベヤーとかストッカーとかパーツフィーラーとかそういったものをセットすれば、それだけで自動化が簡単に完成してしまいます。あるいはここに L 型に機械が配置されていますが、真ん中にロボットを置いて1台のロボットがこの2台のワークに対して排出と供給を行うという、そういった使い方も行えます。次に4スピンドルに対するロボットの取り付けように関して説明していきたいと思います。4スピンドルを組み付けている工場の方に移動していきたいと思います。ということで今第2工場にやってきまして、4スピンドル NC 旋盤 HS4200 の前にやってきました。この後ろにある機械のように真ん中にロボットが1台ついてまして、ロボットのアームが届く範囲内にコンベヤーとかワークの反転装置とかを配置してるっていうのがこの機械になりますね。あるいはこの機械のようにロボットを2台配置させて、ロボットの片側がワークの供給だけを行い、別の片方がワークの排出だけを行うみたいな、そういった役割分担をすることによってワンサイクルで10秒未満の仕事ということもできるようになります。
りますね。10秒でワークを2個脱着するとかになりますので、1個あたりで言えば5秒以下のサイクルタイムで、加工もローディングも含めて、オールインクルーシブで5秒以下みたいな、そういったような方法も取ることができます。あとは、機械1台で完結しない場合、次の工程に持っていくとか、複数の機械を連結するみたいな時っていうのは、スライドレールの上にロボットを乗せてしまったり、あるいはロボットをぶら下げてしまったりとかして、ロボットがワークを運んだまま次の工程の機械に行って、そこでそのワークを離して戻ってくるとか、そういったような方法って取ることもあります。先ほど言われてたように、鉄道は徹底して使わずに面の動きができるようにロボットをひたすら押していくと。実は隣にある機械なんかはスタンダードなガントリーローダーの仕様になります。ガントリーローダーもそんな全否定するつもりはなくて、当社だってガントリーローダーを作っておりますし、隣にある機械なんかでも純粋なガントリーローダー仕様です。でも、フレキシビリティではロボットの方が上で、例えばワークが段取り側になったとか、思いっきり変更になっちゃったみたいな時に、改造が必要になることっていうのはよくあることだと思うんですが、そういう場合でも直線上にしか移動できないガントリーローダーだと、変更する部品がやはり多くなったり、反転が急に必要になっちゃったらその反転ユニットをつけなきゃいけないとか、シリンダーをいろいろ変えなきゃいけないとか、ストロークなんかはそんな簡単に変えれるものじゃありませんし、直線上に全てのものを配置させなければいけないという、そういう制約条件も出てきてしまう。おのずとコストもやはり高くなってしまうんですよね。その点、ロボットであれば、ほとんどワークを、しかも先端のその爪だけを交換してあげれば、改造工事としては終了と。それぐらい簡単で済むっていうことが多いんですよね。ですので、フレキシビリティっていうのを考えるなら、ロボットかなっていうのが当社の見解です。せっかくロボットを第一に設計から考えて始めたことなので、ロボットを押しまくると。そうですね。このようにまず、機械がロボットを使いやすいデザインになってるかっていうのが重要なんですよね。その上で、お客様一人一人のニーズっていうのはみんな絶対違っていますから、実際ワークだってみんな当然違うし、もう全て違うので、それに合わせたロボットの取り付け方とか、ティーチングを行って、機械とセットにしてお客様に供給してあげる。そこまでしなければ、無人化対策とか、ロボット導入にお客様っていうのは踏み出していけないんじゃないかなと思うんですよね。いかがでしたでしょうか？この動画を見て人手不足に悩む工場の皆さんがロボットを使ってみるイメージが湧いて、なんとかなりそうだなとか、解決の糸口が見えてきたなと感じていただけるようでしたら、当社も非常に嬉しいです。島田マシンツールといえば、6軸自動版とか、サイクルタイム最速みたいなイメージかもしれませんが、実はロボットも非常に得意にしています。お問い合わせは大歓迎ですので、ぜひご興味がありましたら、概要欄の方からお問い合わせをいただけたらと思います。本日はどうもありがとうございました。